こんにちは、A スタイルです。私は今タイのバンコクにいます。今回の動画はバンコクで1泊目に泊まったホテル、シャングリラホテルバンコクをご紹介します。ホテルはスワンナプーム国際空港から約40分。私たちは東南アジアで利用できる配車アプリ、グラブを利用してホテルに向かいました。参考までに料金は深夜の利用で467バーツ。1バーツあたり4円と考えると日本円でだいたい1900円です。シャングリラホテルバンコクはバンコク市内中心部のチャオプラヤ川沿いにあります。バンコクの鉄道 BTS やチャオプラヤ川を運行する高速ボートチャオプラヤエキスプレスの駅の近くにあるため、観光やショッピングにも最適なロケーションです。ホテルの中へはセキュリティゲートを通って入ります。シャングリラホテルは香港に拠点があるケリーグループが経営するシャングリラホテルズ&リゾーツのホテル。北米やヨーロッパ、中東、アジアなど主要都市を中心に展開している5つ星のラグジュアリーホテルです。深夜の到着ですがスムーズにチェックイン。ポーターの方がしっかり部屋まで荷物を運んでくれました。このホテルは隣接する2つのタワー、シャングリラウィングとクルンテープウィングがあるゲストルームが802室の大きなホテルです。今回私たちが泊まった部屋はシャングリラウィングのデラックスルーム。部屋から市街地とチャオプラヤ川の一部を眺めることができるシャングリラの一般的な部屋です。私たちの部屋は1309。早速中に入ります。タイのクラシカルな雰囲気のツインルームです。客室面積は36平方メートル。2人で過ごすには十分な広さです。部屋の設備を見ていきます。ベッドはシングルベッドが2台並んでいて、両サイドにはサイドテーブルがあります。ベッド周辺にはコンセントはないので、携帯電話などの充電はベッドサイドではできません。テーブルの上にはミネラルウォーターとコップが用意されており、引き出しには特に何も入っていませんでした。窓際には大きなソファーがあり、テーブルにはドラゴンフルーツとリンゴのウェルカムフルーツがありました。ソファーの横にはデスク。デスクには AC 電源や LAN の差し込み口があります。USB ポートはないので、USB のケーブルで充電したい場合は、電源アダプターなど別途用意する必要があります。引き出しには特に何も入っておらず、ホテルのインフォメーションやインルームダイニングのメニュー、スパのメニューは QR コードで見ることができました。Wi-Fi も無料です。デスクの横にはテレビとカウンターがあります。カウンターの下にはインスタントコーヒー、クリーミングパウダー、紅茶、ジャスミン茶のティーバッグ、砂糖、ティースプーン、
冷蔵庫にはスプライト、コーラ、ビール、ミネラルウォーター、ポテトチップス、チョコレート。ミネラルウォーター以外は有料です。こちらには電子ケトルとコップ、ティーバッグトレイがありました。テレビの横にはバゲージベンチと、その横にはドレッサーがあります。部屋の入り口のすぐ横にはクローゼットがあります。片開きのクローゼットの中にはセーフティーボックスがありました。両開きのクローゼットは衣類がかけられるようになっています。バスローブ、アイロン台、スリッパ、ランドリー伝票がありました。クローゼットの前にはバスルームがあります。シングルボールの洗面台で、シンクは小さめですが、2人並んで使っても狭くは感じませんでした。シンクの右側にはアメニティが用意されています。歯ブラシ、歯磨き粉、綿棒、シャワーキャップ、ヘアゴム、石鹸がありました。洗面台の下、左側の引き出しには何も入っておらず、その下にはバスタオル。右側の引き出しにはドライヤーと、その下にはフェイスタオルがありました。洗面台の右側にはトイレ、シャワールームがあります。シャワーはレインとハンド、両方あります。バスアメニティは、ロクシタンのシャンプー、コンディショナー、シャワージェルが用意されていました。洗面台の左側には大きなバスタブ。大人2人が並んで入れそうな広さでした。部屋からのビューは、夜は暗くて何も見えませんでしたが、昼間は部屋からタイの街並みやチャオプラヤ川を眺めることができます。特に感動的な景色というわけではありませんが、見晴らしが良い部屋です。適度な広さと清潔感があり、快適に過ごせる部屋でした。朝食は1階にあるレストランでいただきます。世界各国の料理をビュッフェスタイルで楽しめるリバーサイドレストランです。季節や天候に応じて涼しい室内や気持ちの良いテラスなど好きな場所で食事をすることができます。リバーサイドテラスはとても雰囲気が良く、朝のうちはまだ涼しいのでおすすめ。私は雨が降らない限りテラスでいただくようにしています。料理を見ていきます。まずサラダやハム、チーズ。氷の上に置かれていて新鮮さが保たれています。おにぎりやお稲荷さん、お寿司的なものもあり、醤油、ガリ、わさびなどもしっかり用意されていました。キムチもあります。
エッグステーションではオムレツや目玉焼きなど希望のものを目の前で作ってくれます。ローストポークも要望に応じてカットしてくれました。ベーコンやソーセージ、ハッシュブラウンなど一般的な洋食の料理。ヌードルバー、点心もあります。アジア料理のコーナーには野菜炒めや焼きそば、チャーハン、カレーがあります。一番奥にはインド料理のコーナーもありました。本格的なカレーが並び、ナンもタンドール窯で作った出来たてを提供しています。コーンフレークやグラノーラ、フルーツはスイカやパパイヤ、メロン、パイナップルなど多くの種類があります。ヨーグルトはフルーツソースや果物のトッピングもありました。ドリンクはデトックスウォーター、ミネラルウォーター、タイティー、パイン、野菜、オレンジジュースと豊富にあります。グラノーラの近くには牛乳と低脂肪乳もありました。コーヒー、紅茶など温かい飲み物は別途用意してくれます。味は普通ですが、雰囲気の良いリバーサイドでバカンス気分で食べることができました。ホテル内は歩いてみます。朝食のレストランのすぐ横にはプールがあります。広くはないのですが、プールサイドでドリンクを飲んだり、朝食をいただきながら南国リゾートをのんびり楽しめると思います。プールのさらに奥にはサラティップという雰囲気あるレストランもあります。ディナーのみの営業でリバーサイドでタイ料理を楽しめるそうです。ロビー階に上がってきました。夜とはまた違った素敵な雰囲気。広々としていて開放感があります。こちらで優雅にアフタヌーンティーをいただくのも良さそうです。その他フィットネスセンターや至福のスパトリートメントを受けられることで有名なチースパもあります。滞在中合わせて楽しむのも良さそうです。シャングリラホテルバンコクいかがでしたでしょうか。私が今回このホテルを一泊目に選んだ理由は、雰囲気の良いチャオプラヤ川沿いにあり、利便性が良いこと。また、今回の宿泊費は一泊朝食付きで約5400バーツ、日本円でだいたい21,600円でした。すぐ近くにあるペニンシュラやマンダリンオリエンタルと比較すると半額以下で泊まれます。観光やショッピングだけでなく、気軽にリゾート気分も楽しむことができるのでおすすめです。バンコク旅行の際、ぜひ利用してみてはいかがでしょうか。次回の A スタイルは、バンコクの王道観光スポット、王宮周辺エリアの観光を詳しくご紹介いたします。ご視聴ありがとうございました。もしよろしかったら高評価、チャンネル登録をお願いします。